まずはじめに4枚の写真を見てください。これは国会議事堂の前に大勢の人が集まっている写真です。これはちょっと自動車の形は古いですけども、銀座通りにたくさんの車が走っている写真です。これは竹の子族と言われる若い人たちが代々木公園に自分たちの踊りを披露するために集まっている写真です。最後が格差社会が広がる中で断片化する時代を描いた社会学の代表的な本の写真です。もう一度今の写真に対応する時代について考えてみたいと思います。はじめは理想の時代と呼ばれる時代で、この時代には政治的な関心を持って社会に積極的に参加する個人という人間像が理想的なものとして描かれました。それから次の時代は夢の時代。これは高度経済成長期に対応しますけど、この時代には政治的な関心よりも自分の豊かな生活を築くことを理想とするようなそういう人間が登場しました。それから3番目は虚構の時代と呼ばれ、これはバブル経済の時期に対応しますけど、この時代には消費を通して自己実現を図るようなそういう若者が登場しました。最後が断片化する時代。この時代は格差社会とか無縁社会とかと呼ばれる時代ですけども、この時代には心理化する自己という人間が登場します。最後にこの心理化する自己についてもう少し詳しく見ていきたいと思います。これには3つの側面があって、一つは精神や心に問題が帰属されていくこと。ちょっと難しいですけども、例えば過労死の問題を労働環境の問題として考えるのではなくて、うつ病といったような心の問題に帰属させて考える傾向です。それから2番目が自己実現の心理化。これは本当の自分というのが心の中にあって、心を探せば本当の自分が探せるんだといったような考え方に表されています。最後が人間関係の感情意識化。これはお互いの心を傷つけ合わないように感情的に配慮することによって良好な人間関係を築いていくようなそういう傾向を表しています。心とか自己というものを通して社会とは何かということを考える、そういうことも社会学のとても大きなテーマであります。